こんにちは。いつも動画をご視聴くださり、ありがとうございます。今回は、最近完成した差し子付近を紹介していく動画になります。よろしくお願いします。はい。もう早速、並んでいます。で、170、3回目ですね。タイトル番号の前に投資番号を振っていまして、173回目の動画で、最近の進捗状況ということで並行して差し越している付近の紹介をしたんですね。で、その時に紹介した付近が完成したので、それを今回は紹介しようと思います。あ、そうですね。進捗状況の方の動画は概要欄にリンクを貼っておきます。で、それが進んで、あ、こういう風に完成したのね、と見ていただければと思います。では、1枚ずつ紹介していきます。じゃあ、一旦、一旦、こちらを撤収いたしまして、はい。こちらはもうサクッと紹介だけ。というのも、前回これサイコロ崩し完成しましたっていう動画を投稿していますので、はい。もうこれが一番最近完成したてほやほや付近と思っていただければと思います。刺してみての感想なんかは前回の動画で話していますので、そちらを見ていただければと思います。このように、最近完成しましたっていうことだけ、今回はさらっと触れておくだけにしようかなと思います。はい。こちらがサイコロ崩しの付近になります。はい。では次。紹介した付近の中では、これが最初に完成したように記憶しています。こちらの糸で差し越して、このように完成いたしました。で、これは正方形ではなくて、ここからここまでは元々のさらしの幅をそのまま活かしたサイズになっています。そして、ここの縦の長さを短くすることによって長方形にしています。で、えっと、代わり米刺しですね。代わり米刺しの模様になっていまして、これはもうね、何回も私刺してきてますし、すごく、何回も刺しているからかもしれないですけれども、すごく刺しやすくて、一目刺し私、傾向としてはそんなに刺してはいないんですけれども、一目刺しの中ではダントツこの模様を私は刺しています。というのも、あの、こちらの模様って、だいぶ法則がしっかり決まっているので、あの、そんなに例えばしっかり、方眼は引きますけど、プラスで印をつけておかなきゃ。例えば刺し始めがずれたりするから、柿の花とかはそうなんですよね。一目ずれると、もう模様が違うものになってしまうとかっていうので、難しいんですけど、これはね、そんな感じではなくて、交互にやっていけばいいとか、斜めだったら2列刺したら1列飛ばせばいいとか、比較的単純な法則、ルールなんですよね。だから、線で書いておかなければみたいなところまでは、最初の方はね、そういう風に思ったりもしましたけれども、回数重ねることによって、そんなにも思わなくて済むようになったので、でも、今後は私このサイズで作るにしても、種類を増やさなきゃなとはずっと思ってます。それこそ今言った柿の花だったり、あとは十字花刺しとか、あと、このね、縦ラインでいく方眼刺しですね。それでこれやってみてもいいんじゃないかなって思ったりもしていて、なかなかそれがね、できずにいて、今後の私の課題だなと。やりたいことだなと。このサイズでのでもこのサイズだから私一目刺しが合うんじゃないかなとは思っているんですけど、その一目刺しのバリエーションを増やすっていうことをね、今後やっていきたいなとは思って、それはぼんやり思っていることなんですけれども。で、このサイズで私定期的にやっぱ作っていて、それなんでかっていうと、もちろん使いやすいサイズだっていうのはありますけれども、それと同時に、晒しで私10メートルから切っていって、
その10メートルの中から何枚か刺し子付近が取れるわけですよ。で、それを、基本正方形で取っていくんですけど、必ずやっぱ最後の方って、そのサイズで取れない箇所が出てくるんですよね、どうしても。その時に、これのサイズがあると、だからこのね、正方形までは取れないけれども、そこをちょっと短くなっちゃうだけれども、あ、このサイズだったら作れるなっていうのがやっぱ取れるんですよ。必ず1枚くらいは取れるので。なので、このサイズのストックもね、それなりにあるんですよ、だいぶ。なので、差し子するのは差し子するんですけど、さっき言ったように模様を増やしていきたいなとは思っています。で、このサイズの活用ということで、このサイズでも限らないか。差し子付近の活用ということで、ちょっと前にね、投稿した動画もあるんですけど、その時にね、話せばよかったなと思って、このサイズで、そうそうそう、コースター代わりにしてるとか言って話したんですよ。ここをこう2つ折りにして、ね、コースター代わりにしてみたいなことはね、それは言った動画は投稿してるんですけども、プラスでその動画で、こういう使い方もしてるけど言ってなかったなっていうのがあって、何かっていうと、これちょっと完成品なので、ちょっと一回端に避けておいて、もともと今使ってる状態のものをね、さらっと紹介だけ。これ同じ、これね、同じ、色違いなだけで同じ模様です。で、これね、私の使い方としては、これ。これ何かっていうと、私よくこの動画の編集で iPad を使ってるんですね。で、iPad 使って、画面でこうタッチしてやってるんですけど、あの、ブログ書いたり、YouTube の概要欄書いたりってなると、えーどうしてもキーボード、文字入力が必要になってきて、その時に、しかもある程度の長さの文字入力ってなると、やっぱこういうキーボードがね、あった方がいいんですよね。で、私それをね、こういうのにね、挟んでこう常に置いてるって感じですね。あまり、なんて言うんですかね、こうカチャってなるから、傷とかね、そういうのも嫌だなとも思いますし、だから、でもすぐ使うから、そこまでもカバーはってなった時に、こういうのでパッと挟んで、例えば iPad で一緒にセットでこう置いておくっていう風に、こういう感じで置いておく。見た目が可愛い、気に入った模様での差し子付近でっていうのもあるし、あとは、さっきも言ったように、あんまりこうカチャカチャしちゃうので、傷つけないようにっていうのもありますし、それと同時にですけど、こっち側にしますか。こう開いてね、こうやってね、こうやって、さっき包んでるみたいな、二つ折りですけどね、包んでるって感じでしたけど、こうやってね、こうやってパタンと、こういう感じで。で、ここでこうやってガチャガチャ打って、で、閉じて、そしてしまっておくときは、これ、模様がこう見えるようにこうしましょうか。こうしてね、それでちょっと机のね、いつも置いてるとこに置いてるみたいな感じでやっとくといいかなと思って、ね、はい、汚れないようにっていうのもあるし、拭けるし、すぐ拭けるし、埃もつかないしとか、そういうのもあって、っていう使い方をしてます。それね、言ったことがなかったので、ちょっとついでに言ってみました。で、あともう一つね、これのサイズの、あれ、どこやったかな、少々お待ちください。あったあった。例えばなんですけど、これ取っちゃいますけど、一時的なマスクカバー、マスクケースえっと、マスクをつけたりとかして、で、一時的に取ったりとかするときに、ちょっと置いておきたい。でも直に置いておくのはっていうときに、これ、マスク一般的なサイズですけど、これを、今これね、二つ折りして、で、ここにこうやって、こうパタンと、こういう感じ。こうすると、縦はもうぴったりだし、多少何ミリかっていうのありますけど、出るのありますけど、でもだいぶこうカバーできるし、こういうので、あんまりこう直に置きたくない。で、あんまり見えたくもない。で、あと、私斜め掛けのバッグ使ってたりして、その側面のところにこう、
まあ、側面でも中でもいいですけども、このままこう、ね、だからここにこう、こういう風にシュッてこう入れて、こうやって挟んで入れておけるみたいなことですね。それで、まあ、すぐあと洗えばいいし、みたいなところですね。そういう、一時的なマスクケースっていうことでも、はい、使ったりしています。っていうのを、まあ、あの時思い出してれば、一緒にその動画の中で言えればよかったなと思ったので、今ね、このね、完成品のご紹介をしたので、そういう使い方もあるなっていうことで一緒にお話ししてみました。はい。以上が、まず変わり米刺し、最近これが完成いたしましたっていう話になります。では次。はい。これはちょっと、そうですね。端に置いておきます。じゃあ次はこちらにしましょう。これも本当だいぶ最近。はい、完成いたしました。これもなんか達成感がありますね、だいぶね。はい。これ、進捗状況で紹介した時、まだその時は途中だったんですけど、その時にもお話しさせていただいたんですけど、もう寄せ木の模様で過去に刺し方、一通り紹介してる動画を投稿してます。で、あの時に1点だけ気になったのが配置の問題だったんですよね。できるだけ私は上下、左右、模様が同じような感じで終わるように配置したいっていう気持ちがあって。で、そのためにちょっと、バランスがちょっと違うなって思ったら、サイズをちょっとね、何センチか調整するっていうのをやってるんですけど、寄せ木の前に投稿した時は、その制作過程を投稿した時は、この上下が終わり方がね、違ってたんですよ。上下の終わり方が。そこだけが気になっていて、で、結論、ちょっと短くしたんですよ。縦も短くして。で、その進捗状況の動画、話す時に気づいたんですけど、横も狭くしてたんだみたいなのがあって、その分、外枠を二重にしたっていうことなんですよね。そのあたりの配置に関しては、もっと、その進捗状況のね、これの途中経過のことを話す時にお話ししています。で、そういうのがあって、配置を新たにまた考えて、それで一回差し越してみようと。だから試作品っていうことですね、これは。で、やってみたら、なのでここのね、終わり方って模様の切れ方と、ここの模様の切れ方が、同じような感じですね。なので、差し子する時にパターンが結局同じになるから差しやすいんですよね、そういう時の。そういう方が。同じような感じで終わる方が。こっちもこういう感じで終わって、こっちもこういう感じだねって。これがね、やっぱり1センチとかずれていくと終わり方が違うから、このね、模様の終わり方が違うと、ちょっとね、違和感があったりするので、分かりやすいと言えば分かりやすいんですよ。左右こう対称というか、同じような感じで終わってた方が分かりやすい。こっちはこうだったから、こっちも同じような感じで終わるんだねっていう方が、差し越しする上でもね、いいんですよね。っていうことで、そういうことを気にかけてやって、無事に完成して、満足です。もう私、寄せ木模様、これの配置で決定じゃないかなと自分の中では思っているので、ある程度やっぱり考えて繰り返して、で、もちろんそれはね、自分の好みによりますよ。で、私は、これくらいが好みだなっていうのが定着してきたので、はい。これで、これもまたなんか私の中では定番というか、定期的に刺していくんじゃないかなという模様かなと思っています。はい。で、表からこの針目ですね、見ていただきますと、このような感じでございます。はい。裏から見ていただきます。裏から見ていただきますと、このような感じでございます。細めの黄色い、刺し子糸で、黄色というか、何色っていうんでしょうか。からし色というか、はい。これで刺し子してみて、はい、すごい納得のいくというか、うん、いいんじゃないかな、この刺し方で、と私は思っています。
満足してます。で、どうしてもこう、さらしとさらしの間に横切るように糸は通す箇所はあるんですね。それはあるんですけど、ただそれを通すにしても必ず私の中ではですよ。私の中では、通すんだったら、同じパターンで通す。ね、この向きで通すって決めたらもうこの向きだけですね、通すのは。っていうので、統一した通し方になっています。そこも、そのルートもね、もうバチッと自分の中では、もう決めているので、そのパターンに沿って通しているので、自分の中では納得いってるし、色を変えて、また刺していきたいなという模様だったりします。はい。というのが、寄せ木模様でなります。はい、こちらになります。これがね、完成しました。で、次です。はい、こちらになります。次の模様は。はい。これは、見ていただいた方は、ああ、あの時差し越していたものだねって思われるかもしれません。あ、少々お待ちください。もう一つあるんですけど、一つが、もう一つが、ああ、ありました、ありました。はい。あ、これだいぶちょっと少なくなってきてますけれども、はい。これとこれの組み合わせで、こちらの、方眼刺しになります。斜めの方眼刺しになります。これがやっと完成した。あの、中に関しては、もう完成はしていて、ただ、この、仕立てになりますと、最後ね、1箇所は、こっちは2つ折りしているだけなので、こっちは別にいいんですけど、ここが全部ね、あの、こういう風に合わせこういう風に布をね、こういう風に合わせているから、ここを最後閉じなきゃいけないっていうことが、ここがね、出てくるんですよ。それをですね、閉じるの、とか、洗うのもそうですし、アイロンがけもそうですし、もろもろあるんですけど、さらにここをね、縫っていくっていう、閉じていくっていうのがありましたので、それをやってですね、このように、完成いたしました。これはライブ配信の時に差し越していたんです。平日朝不定期でライブ配信をしていまして、その時にこの方眼刺しをずっと差し越していて、何日から何日までっていうのは私の手帳に書いてあるので、ちょっとね、見てみますね。確認してみますね。この差し子部分のところに関して言えば、少々お待ちください。これが完成したのが8月22日ですね。じゃあ、いつからこれのね、抗がん剤をやっていたのかとなると、7月4日ですね。7月4日のライブ配信からこれを指し始めて、そして、8月22日に完成したということになります。もうひたすら朝ね、そのライブ配信の時だけ指すっていうことですね。仕立て仕上げに関しては私の宿題。この中の差し子することに関してはライブ配信の時だけ指すっていうことで、やった、なかなか思い出深いこの付近になります。ああ、ライブ配信の時やったなーみたいなことのね、思い出もプラスアルファである私の付近になります。で、表から見ていただきますとこのような感じでなります。はい、裏から見ていただきます。裏から見ていただきますとこのような感じになっています。このような感じです。で、仕上がったのを見てみて、最初に思ったのは、案外一回洗って整えると、馴染んでくれるんだなっていうのを思ってほっとしました。というのも、他の模様に比べると、ちなみに私これ初めてね、刺したんです。模様として。で、他の模様に比べると、やっぱり特に裏側ですね。裏側のここですね。ここの針目の長さがね、私が今まで刺してきたものの中では、やっぱ広いんですよね。広くて、しかもそれがね、ずーっと広いまま続いていくっていうね、感じなんですよね。これが私だいぶ苦戦しました。最初に。もちろんね、見れば、いや、針目幅広いじゃんって
ね、それこそホームページ上のね、紹介されている完成品なんか見ても、それはわかるんですけど、やっぱり見るのと実際に自分で差し越してみるっていうのでは、だいぶ違うんですよね。え、こんなに広いんだみたいなことです。っていうのがあって、ライブ配信の時にだいぶそれをね、最初、この指し始めの時はね、よく言ってました。これはちょっと違和感みたいな。こんなに幅広いんだみたいなことをね、ぼやきながらずっと私これ差し越しましたね。で、あの、ただ、でもやっぱりこういうパターンもやっていくとある程度予測つくんですよね。で、これくらい広いから、あ、こういう風に気をつけようっていうのも分かってくるんですよね。で、それはやっぱりどうしても手を動かさないと、頭の中だけでは、模様とにらめっこしただけでは見えてこないなっていうのをすごく私はこれをね、指して感じました。あ、実際手を動かしてね、この針目なんだって感じないと、なかなか難しい。どういう風に気をつけようって、自分がこう思えるかっていうのはね、全然浮かばないなと。察してみてやっぱ分かることあるよなっていうのをね、すごく感じたんですよね。で、まあ、そのライブ配信の時も言ってましたけど、これだけ幅が広いと、いかにこう布とね、糸のバランスがよくこう馴染んでくれるかってことを考えた時に、きつすぎても、やっぱ仕上がりに影響しますよね、仕上がりに。こう、ピシッとこうなるかっていうとこに影響するし、あと緩みすぎても、やっぱしっかりこう模様がね、ここのこう二重になって見えてくるところに、歪んでくるとね、緩みすぎて歪んじゃうと影響もするよなっていうここのバランスをいい塩梅で取れるかっていうところを思った時に、一生懸命糸こきすればいいかって言ったら、頑張れば頑張るほど逆に緩んじゃったりするんですよね。っていうのが分かったので、で、私が取った作戦は、例えば1往復一旦こうしたとして、まあ、こう表から見てるとこっち側ですから、基本こっちを見てやってますから。で、1往復したら、裏をね、その刺したところ、こう裏をこうパタンと返して、実際にこのね、通ってる糸の感じを見て、あ、これすごい緩みすぎてるなと思ったら、ここでピッピッピッって調整するっていうのを私やりました。そういう作戦にすることにしました。これくらいの広さに関しては。これよりもっと細い、幅がね、狭かったら、こうピッピッピッって引っ張るっていうのは逆にそれは難しいです。これの紫で差し越した部分においては、こうやってピッピッピッって引っ張ろうとかは思わないです。この針目の長さだったら、紫の部分のね。でも、こっちのライトグレーのね、こっちの糸で刺した箇所に対しては、やっぱちょっとね、広いんですよね。で、こう糸こきをしても、頑張りすぎても緩みすぎる部分が出てきたりってあるので、まあ、あくまで私の場合はですよ。私の場合は、こう、ちょっとこう歪みすぎてるなと。歪みすぎてるところをこうちょっとこうピッピッってこう部分的に引っ張って、調整して、一往復見て、あ、オッケーと思ったら、まあ、そこで糸切るか、もしくは次のね、あの、場所に入っていくかっていう感じですかね。その繰り返しでやっていきました。で、それがね、分かるまで、そういう風にやろうって思えるまでが、だいぶぼやき期間、幅広いわとか、こんなに広いと思わなかったとか、なんかそんなこと言いながらね、やってましたね。で、それが分かってきたので、で、これで分かっていくと、これは方眼刺しですけど、他の模様でもこれくらいね、針目の長さが広いところが出てくる模様ってある可能性もありますので、そういう時に慌てないで対応できるわけですよ。ああ、そういえばこれくらいの幅の広さって方眼刺しの時も広かったんだよなとか思って、で、あの時はこういう風にね、裏でピッピッピッって引っ張って調整したんだよな。あ、じゃあ今回もね、こっちの模様でも同じぐらいの針目の長さあるから、なんかそういうのが出てきたら裏で調整しようとかね。そういう風にこうやったことが、他の模様で、同じような針目の長さとかが出てきた時に活かせるんですよね。だからそういう意味では、これぐらいの針目のね、幅の長さのものを一通り差し子できたっていうのは、そういう風に予測ができる上においては良かったなと。他の模様でもね、同じような針目の長さが出てきた時に対応できるので、
それはそれで良かったの。あの悩んだね、期間もね、そこにきっと今後生かされるのではないかというふうには思っています。そういう意味でもね、非常にこう勉強になった模様でした。苦戦はしましたけど。ルートでどっち行こうとかそういう意味では悩まないかったですね。そこまでは悩まなかったんですけど、刺し子をしてる時のね、この針目の長さですね。そう。でも思ったよりね、結構こうピシッと落ち着いてくれたんで、それはね、刺し終わった後も大丈夫かなみたいな。仕上げするまで一回洗って、仕上げするまでにおいて大丈夫かなこれっていう風には思ってたんですけど、案外こう、いい感じに馴染んでくれてるので、そこはほっとしました。はい。以上が最近、もう一回並べてみますか。最近完成した刺し子付近の紹介になります。ね、これと、これと、あとこれと、ね、はい。この辺のね、これの私、パターンのね、もうちょっと種類増やしたい。でも前から言ってるような気はするんですけど。はい。以上がこのあたり。こっちのね、サイコロ崩しは本当にサクッとさらっと紹介したくらいですけど。で、今回はこういう感じでね、完成しました。完成品の紹介の動画になりました。で、次回が、今度は、模様を一つ決めて、それを差し越していこうということでですね、この辺はもうアナウンス、前回の動画でしていますが、再度しておきます。今、本を確認してタイトルを、題名を、題名、模様名を確認していますので、少々お待ちください。たすき星ですね。はい。どんな模様っていうのは、検索かけていただければと思います。刺し子、たすき星とかで検索すると出てくるんじゃないかなと思ったりしています。そちらの模様を次回の動画からは制作していこうかなと。初めましての模様になりますので、いや、どんな感じになるのか。でもまず図案ですね。それを今回一回紙に書いてみるかもしれないですね。サイコロ崩しの時は、もう直接紙に書かなくてこれに書いたんですけど、ちょっと一回練習したいなっていう気持ちもありますので、もしかしたら紙に書いて、で、その後に仕立て済みの、この付近にね、書いて、で、書いた後の感想みたいな流れとか、そういうのを、話すっていう動画に、次はね、なるんじゃないか。まだ差し込までいかないと思いますし、実際書いてるところもちょっと初めての動画だと、それはちょっと動画撮るの難しいですので、一通り書いてね、やってみて、それの感想をただただ話していくっていう動画になるんじゃないかなと思います。はい。で、水色ですね。糸はね、ほんとこのちっちゃいこういうのがね、何個もあるんですよ。それね、前回の動画の最後の方でね、言ったんですけど、水色、とにかく青か水色系の単色にしようかなっていうふうには思っていて、で、それの、選んだ模様が、これですね。これですね。はい、こちらになりますので、はい、この糸でやっていくと思っていただければと思います。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。